こんにちは。ちょっとね、アップするのが間空いてしまって申し訳ないです。プライベートでね、ちょっとバタバタしておりまして、すいませんでした。なので今日は遅ればせながら、創造営2021の第4話、パート1の感想を述べてみます。まずテーマソングの発表がありましたよね。シュウさんと、プロデューサーのこの女性の方とね、披露していただいて、間に日本語で、私たちはチームですっていうところもありましたよね。で、今までで一番難しい主題歌っていうことでね、みんな頭を抱えまくってました。英語バージョンと中国バージョンがあるっていうことでね、言語でね、やっぱり覚えるのに苦労すると思いますしね。あとは、もう本当にサビの部分とかめちゃめちゃ激しいですからね。そんな中、力丸さんは3時間で振りを覚えたっていうことで、本当にさすがだなっていうところでね。そして2キロ痩せたそうで、本当に顔シュッとした感じします。で、みんなね、やっぱり力丸さんに A チームの方々は教えてってことでね。で、その A クラスの大きい会社のこの子と無言くん、この2人はちょっとダンス経験があんまりないんでしょうかね。だから2人とももう落ちこぼれだとか言って、それでも頑張ってね、もう一回教えてって力丸さんに頼んだりしてね、励んでましたね。で、力丸さんの教え方っていうのは、スローテンポに一度絞ってレクチャーしていくことで、そこで踊れたっていう自信ができて、より頑張っていけるようにね、みんなをサポートしてましたよね。さすがね、6万払ってでも受けたい授業なんだなと思いますよね。で、サンタくんはこの頃 C だったのかな。もちろんサンタくんもみんなにしっかり教える側になっててね。だからこの創造営では、力丸さんとサンタくんというのは、とってもみんなから実力っていう部分を本当に尊敬されて、もう師匠って感じでね、頼ってますよね。で、オスカーくんももうずっとサンタくんのことが大好きで、自分の心の中のトップだっていう風に言ってましたね。で、サンタくんもみんなのことが大好きですって言ってるので、前回のヤーミーの放送ではね、ギスギス感が映ってましたが、全然そんなことないんだなと思いますよね。なのでできない子はみんな寝る間を惜しんでね、しっかり練習しておりまして、そんな中ね、私の大好きなタピオカくんがね、みんなの真似をしてましたよね。だから思うけど、モノマネできる人ってやっぱほんと器用だと思うんですよ。だからパフォーマンスでもかっこよく見せるポーズとか、タピオカくんはしっかり取り込んでいける子なんだなと思いますね。で、イクミンくん含め日本人メンバーっていうのは中国語も英語もね、難しいから、A 翔くんが、カタカナに書いてあげたっていうことでね、サポートしてくれてたみたいですね。日本人だけじゃなくて、このアンディくんとかも英語も中国語も母国語じゃないってことですね。で、オニくんもね、英語を今読めないとか言って苦戦されてましたね。ほんで、オニくんとハルマくんがこう一緒に頑張ろうみたいな感じで支え合ってる姿、美しすぎますね。この回はちょっと林木あんまり目立ってなかったよね。で、曲もね、キーが高いってことでそこもみんな苦戦してましたね。なのでダンスの激しさと、キーの高い歌を全部すると死ぬかなっていうレベルだそうですね。で、ここは何組かちょっとわかんないけど、ボーイエン君がね、やっぱりこのチームは支えてましたね。で、私ね、この大きい会社の3人目のこの子はあんまりかっこいいと思わないんだけどな。なんか、春馬くんをちょっと崩したような顔だなといつも思うんだけどね。みんなね、ライバルだけれども、90に支え合ってね、仲間として頑張っていってましたね。私のね、最近の推しというのは、この子結構伸びてきてるのと、あとは変わらず、リュウユウくんなんだけど、どんどん良くなってますよね。ちょっとトリプル Aにいるセンターの子、名前わかんないけど、その子に雰囲気似てきてるかなと思います。このね、努力家のとこなんですよね。そして品がある姿。だから、トップになる子っていうのは、人一倍やっぱり努力してるんだなって思いますよね。で、こっからのシーンは本当に泣けました。春節の時ですね、みんな取り上げられてた携帯を返してもらってね、お母さんとかに電話してて、ご両親に、メンバーを紹介したりとか、初めの方はね、楽しいシーンも流れてるんですけどね。で、やっぱりこの大きい会社の左の子気になるわ、最近な。で、こっからね、もうミカくんのシーンからもボロボロ泣きましたよ。いつも気丈に振る舞ってるミカくんだけど、やっぱりね、心配しないでってことで泣かれてましたよね。だからもうこの頃には、カズマくんが辞退することも決まってたかもしれないしね、不安を抱えてたんでしょうかね。そしてサンタくんも、涙されてましたね。もうサンタくんこそ、本当に気丈に振る舞ってるけど、やっぱりどこかで言葉も通じない環境で今頑張ってるプレッシャーっていうのは本当にあると思いますね。はるまくんもね、少しちょっとほろっとされてましたし、この子はちょっと名前
忘れたけど泣いておりましたね。そして龍優くんも泣かれてて、やっぱりオーディションって精神的にすごく過酷なんでね、ちょっとね、私も、こういったオーディションをねたくさん受けてた身なのでね、ちょっと感情移入してよりね涙してしまいますけれども、申し訳ないです。このタイのパトリックくんとナインくんもさ、残ってほしいな、やっぱりな。だからみんな残ってほしくなっちゃうんだけど、そんなこと言ってられないのがオーディションなんでね。そんな中ね、このラップの子っていうのはめちゃめちゃ冷静で、以前炎上してしまったっていう過去がありましたけど、それは自分の知識が浅はかだったっていうことでね、ボーイズグループっていうのはとってもみんな真剣にやってるし、並大抵の努力でなれるような簡単なもんじゃないんだよってことをね、しっかり親にも伝えてましたね。で、いよいよね、ここからセンター争いのねオーディションが始まっていきましたが、その前に CM のこの無言くんがめちゃめちゃかっこよくって、あと韓国のプジュに出てた子もかっこいいけどね、いや無言くんはほんとやっぱ入ってほしいな。あとこの大きい会社の子も、カットによってはかっこいいんやけどな、このカットかっこいいけどな。で、まずは、各チームから1人ずつ選抜されてパフォーマンス始まっていきましたね。最初のこの4人の中では右から2番目の子だけちょっと褒められなかったけど、タピオカくんとかねめちゃくちゃ褒められてましたね。この後ねリンモーくんとかやってたんだけど、その時にリンモーくんの寝てる姿が映されて可愛かったですね。あとはねミカくんが、今まで表情あんま硬かったんだけどしっかりね作れてたって褒められてたし、サンタくんについては言葉の壁はやっぱりあるけどダンスはもちろんうまいってことでね褒められてましたね。あとは A 組にいるこの3人ですね。で、無言くんとワーナーの子っていうのは成長が見れるって言って褒められたんだけど、一番右の大きい会社の子は、A にいながらちょっとね実力下がってるっていう風に言われてましたね。ほんでリュウユウくんね、もう本当に動きもすごく素敵で、いつもね披露してもらってる中国風の動きではないから難しいのにしっかりねできてるってことですよね。で、あとこのラップの子もね褒められてた、上達してるって。でね、尾崎さんがね頑張ってね歌で見せてくれてるんですけどね。で、確か尾崎さんとサンタくんって同じ部屋でしたよね。なので本当にね絆が深まってて、しっかり応援してね、とっても素敵なシーンだなと思いましたね。で、はるまくんはね力丸さんを一番尊敬してるダンサーってことで、力丸さんが出た時点で自分も出ていきましたね。で、もちろんね力丸さんもはるまくんも褒められたんだけどね。で、力丸さんはやっぱパフォーマンス全然違うって言われてたし、はるまくんも頑張ってたのになんで上がれなかったやろね。ほんで鬼くんね、この鬼くんが登場した時はこのプロデューサー軍のリーダーの方立ち上がってなんかガッツポーズみたいな感じで、どんだけ推してるんですかねこの人は鬼くんをね。だから今後鬼くんが出てきた時のこのプロデューサーの表情も見どころになってきてます。続いてアームくんね、アームくんやっぱりもっとジャニーズのね実力をしっかり出してくれてて、アームくんもね言葉の壁はあるけれどもパフォーマンスってところでは、みんなに認められてますね。で、あとこの時ねゆうくんがまためっちゃ頑張ってくれてましたよね。だからねゆうくんどうかね、今日結果が分かっちゃうんですよね。なんか辛いね。そしてラストね、もはやもうオチ的な存在ですけれども、ロシアの孤独くんね、今回はビシッとね下手ですねって言ってましたね。こんな感じでね、全員の披露が終わってからクラス分けのまた発表が始まってきましたね。で、 A クラスっていうのはもちろんトップの11人で B も C も22人ずつってことですね。なので F クラスになった35人っていうのが第5話で脱落になるってことですね。この辺がねちょっと私理解してなくて、投票との兼ね合いはどうなっていくんですかね。よかったら教えてください。で、まず現時点での A クラスだった11人から結局今回残れたのは4人だけでしたね。だからびっくりなんですよ、ここまで順位が変動するんだなってね。で、この大きい会社の子はね、A から落ちるのは分かってたけど B に残りたいって言ってたんですが、そこからこの子は B に残れず C に行っちゃいましたね。でもこの大きい会社の3人っていうのはダンス経験とかはないもんね。でもこの3人の友情っていうのもね、もはや私はすごく好きになってて応援してますね。春馬くんはなんでなんだろうね、もっと頑張れってことなんかね。で、この時ね車椅子の子がいて、この子は前回のチームバトルでイクミンくんを抱き上げてた子だね。ほんでまた F クラスに入ってくださいってことだから、ちょっと誰が言ったか詳しくは分かんなかったけど、この時カズマくんが F クラスに行ったんだな。だからこれが原因だったのか、決まってたからか分かんないけどね。ほんでさっきの大きい会社の2人っていうのはC でとどまらず F にまで行っちゃったってことですね。
ほんで私の推してたシュエバーヒ君も F に行ったんですね、これ。ほんでもちろんロシアの孤独君は F クラスってことでね、今日の放送涙なしには見れないですよ、マジで。ほんで逆にアーム君とかは B に入ったんだね。いやもうわからん。だからこのパフォーマンスプラスその人気投票がどこまで関わってくるのか。であとはパトリック君とサンタ君がね、C から B に行ったってことだよね。だから一緒にね、春馬くんもいけるのかなって思ってたけど、春馬くん自身も、自分が実力を発揮できなくて申し訳なく思いますってことでね。でオスカーくんと仲良しなんだね。一緒に進んでいこうという約束をされてるそうですね。でも春馬くんは絶対デビューすると思うけどね、私はね。でここからラスト、現時点で B クラスにいる子たちから A に進級するメンバーが発表されましたね。まず最初にね、この女の子の時のリーダーだった方ね、本当に嬉しい。続いてリーモくんね。リーモくんは動きまくるからもう顔ぼやけまくりましたけど、そしてボーイエンさん。だから中国って本当に実力を見てくれてる。精神的サポートな部分も報われて嬉しいね。そしてミカくん。ミカくんも本当に気に入られてるっていうか、歌の実力はもちろんだしね。そしてパトリックくん。パトリックくんも結局だから C、B、A って感じで昇格したんだね。なんかさ、パトリックくんもさ、性格とっても癒し系じゃないですか。だから見てて癒される。で、あと残り2人っていうところでみんなドキドキしながらね、オスカーくんもね、やっぱりみんなに慕われてるからね、これからも活躍してほしい。でまず結果ね、サンタくんが選ばれましたね。ここは本当私またね涙出ましたけど、このサンタくんのオーディションに向き合う真剣さが伝わってきてね、サンタくんはもう一回力丸さんと A 班にならなきゃいけないっていう気持ちが一番強かったってことですね。いやもう本当ね、だから私このオーディション見て、実力者の気持ちっていうのが改めてまたね分かるっていうかね、やっぱりねオーディションってやっぱ若くて、かっこよくて可愛くてみたいなところが優先されるのが多いじゃないですか。だからその子たちにやっぱ感情移入するとこも多かったんだけど、今回また違った角度でね見れてて本当に素晴らしい時間だなと思ってますね。ごめんなさい。ほんで緊急連絡ってことで、このミカくんの友達の子が F クラスに行ってしまいましたね。この子はどうやらね、最後まで残れるかわからんから、またミカくんとの別れとかそういうのがあったらほんと泣けちゃうわな。そしてね、その代わりに F から A クラスに1人上がりましたね。ちょっとごめんなさい。もう全然もうわかんない子で、確か順位もね70位台だったんですよ、見たらね。でこの女の子のリーダーの方と交流があって、残るには努力っていうことしかないよってアドバイスをされたそうですよね。そこから本当に人一倍努力をされて、休まずに寝る間も惜しんでね、しっかり努力されてたのが報われたってことですよね。だからそういう部分をしっかり評価してくれるとこがいいよね。何回も言うけど。でこの子ね、これから注目していきますね。ここからもね活躍してくれることを願いますけどね。こんな感じでね、クラス分けっていうのが発表ありまして、次はねこの A クラスの中から主題歌のセンターになる子をもう一度選び直すってことでしたよね。もうねちょっとねちっちゃくてよくわかんないけど、F クラスしっかり見たいけどね、ちょっと細かいけどいちかさんとかもいるね。あとおことの子とかエーションくんとかね、後でねまたじっくり見てみます。でここから A クラスの子たちが、全員並んで、センター選びっていうのはプロデューサーじゃなくてメンバーの投票で選ばれるってことでしたね。でここ感動しましたね。サンタくんと力丸さんだけすっごいアレンジ加えてぐるぐる回ったりしてましたよね。基準としては創造営2021自体の番組のレベルが分かるようなセンターを選んでくださいってことでね、この時点で A になった11人の中だったらね、誰がなっても素晴らしいとは思うけど、結果劉優くんがセンターになりました。私は本当嬉しかったですね。どこかでやっぱサンタくんか劉優くんか、あとタピオカくんかとかね、いつもね冷静な劉優くんもこの時はねもう本当に喜んでて、やっぱりメンバー同士が本当に喜んでるところがねグッときますよね。でここからね私もコメントとかでも教えてもらってびっくりしたんですけど、この創造営の主題歌についてはなんかジンクスがあって、センターに選ばれてた子は今までデビューに至らなかったってことですよね。本人も言ってたけど、そんなジンクスなんかを打ち破ってね、必ず劉優くんはデビューしてほしい
しいです。そして私的にはバーイー君もやっぱ55人までには残ってほしいな。でね、時間があったらやりたいことなんですけど、その推しのね、主題歌のパフォーマンスの一人ずつの映像が上がってたじゃないですか。なので、それを眺めながら動画にね、また作ってみたいなとは思ってるんでね、ちょっと時間を見てね、やってみたいと思ってます。で、あとね、この第4話のパート2も見たんですけど、今日も5話がね、放送になっちゃうんで、ちょっと遅れちゃうから、もしかしたらもう飛ばしてね、5話の感想動画を次にあげるかもしれません。そうなった時はご了承お願いします。で、この中国のこの設備、キラキラに爆発に、で、花吹雪に、ほんとやりたい放題やってくれてる感じがね、華やかやなと思って、もうほんまみんなこんなとこで踊れて幸せやなと思いますね。はい、今日はこんな感じでね、終わります。ご視聴いただいた方ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。